誰？某企画メンズコーチ支部から移動してきたゴリラだ。どんな支部だよ。ゴリラ、挨拶しろ。西ローランドゴリラです。よろしく。西ローランドゴリラって学名がゴリラゴリラゴリラのやつじゃんささ。パンダさん、西さんに失礼ですよ。西って名字じゃないだろ。まあ僕がいろいろとこの部署のこと教えてあげるよゴリラくん。パンダさん、あんまり筋肉ないっすね。筋肉がない動物、今まであんまり運動してこなかった動物、これガチで危機感持った方がいいよ。なんだてめえ。愛じゃ描けない GM はハイナビ PU ならトニーオーバーヒー、yeah。 衝撃。草しか食べないゴリラがムキムキな理由。握力。お前ら仕事をする上で最も重要なファクターが何かわかるか？上司課長。手の抜き方。ミスの隠し方。違う。最も重要なのは握力ですね。は？さすがゴリラ、その通りだ。営業に行き何が何でも仕事をつかみ取るという握力が大切だな。それ物理的な話じゃねえだろ。筋力なんて営業じゃ使わないでしょ。パンダさん、そんなんだから出世できないんすよ。いや、握力500キロないやつ厳しいって。危機感持った方がいいよ。500キロある方が珍しいと思いますけど。大型案件を取ったことがない男、今まであんまり営業の経験がない男、外回りもしてこなかった男、これガチで危機感持った方がいいと思う。握力500キロあったら先方から奪い取れるからね。仕事の案件。これ物理的な話だったわ。さすがだなゴリラ。どうも。じゃあお前が取ってきた仕事をしっかりやっておけよ。ああ、俺今別案件やってるんで、それは別の人に。自分で取ってきた仕事は自分でやるのが当然だろう。まったくこれだから納金は。営業で案件を取ってきても地位も給与も上がらず、増えるのは仕事とサビ残だけだ。自分の首を絞めるくらいなら仕事なんて取らない方がマシですよね。それマジで厳しいって。食事。やっと昼休みか。疲れた。みんな体力ないっすね。筋肉ムキムキじゃないやつ、ガチで危機感持った方がいいよ。この野郎、ずっとマウントばっかり取ってきやがって。マウンティングゴリラじゃん。全然体力のない男、運動経験がない男、これガチで危機感持った方がいいと思う。ほんとそればっか言ってますね。それこそがパンダさんがどうあがいてもモテない理由だと思う。だったからこちとら動物園じゃプリチーでモテモテじゃい。草食系男子厳しいって。僕は雑食だ。ゴリラさんは草食動物なんじゃ。かなり草食動物に近いけど、俺も一応雑食なんすよ。アリとか食べるし。へえ、そうなのか。あれ、パンダさん、お昼それだけですか？いや、結構な量でしょ。僕自然界でも大食いな方で1日15キロ食べるし。いや、草30キロ食べないやつ厳しいって。草。そんな小食だからムキムキじゃないし、体力もないし、モテないんすよ。そりゃ社畜続ける人生になるって。ゴリラン上等でそんなにいいのささ30キロ食ったら。それはいいっすね。2人も草30キロ食べてみたらどうすか？いや、自分たちこう見えて肉食系男子なんで。肉食動物の。あれから草食いまくってるのに全然筋肉つかないんだけど。それはタンパク質取ってないからな。普通筋肉つけるなら鶏肉がいいって聞きますよね。こっちみんな。ってことはゴリラ、あいつ絶対草以外にも肉食べてるでしょ。俺、草以外はほぼ食べないっすよ。肉も食べないのにそんなマッチョになるわけないだろ。もしかして腸内にアミノ酸を生成する微生物いないの？いや、腸内に微生物いないやつ厳しいって。厳しさがピンポイントすぎる。でもなんで微生物がいると筋肉がつくんですか？俺の腸内にいる微生物は主食の草からタンパク質の元になるアミノ酸を合成してくれるんすよ。そういえばアリとかも食べるって言ってなかったか？そうっすね。草を食べると微生物なんかの死骸も一緒に取り込むので、そこからもアミノ酸を摂取してます。ゴリラさんが大食いでムキムキなのもなんとなく納得ですね。僕は全然納得いかないや。モテるって信じて草食べまくったのに腸内環境が整ったりコレステロールを抑えられたりダイエットにしかならなかったんだよ。健康になれてよかったな。血液型。はあ、会社辞めたい。唐突でささ。社畜にはよくある発作ですね。仕事が辛いなら辞めたらいいじゃないですか。もし俺なら辞めるけどね。でも無職になっちゃうじゃん。俺が無職ってより
食が無俺。それ西ローランドじゃなくて別のローランド。ゴリラって楽天家だよね。さてはチミ B 型でしょ。そうっすね。というか西ローランドゴリラはみんな B 型っすけど。そうなの？いや B 型じゃないやつ厳しいって。厳しいですかね。というか人間以外の動物にも血液型ってあるの？人間に近い霊長類だと ABO 式で血液型を分類できるらしい。じゃあ僕たちには関係ないね。その考えやばいって。は？パンダさん、最後に B 型になろうとしたのいつ？努力したのいつ？ B 型になるために行動したのいつ？ないでしょ。ある方が異常。そういう経験弱いって。絶対メンタル弱くなるって。だったゴリラやろちょっとでそんなに言うなら B 型になってやるよ。お前がどんなテンションで噛みついてるんだよ。無理でした。だろうな。 B 型っぽい性格になろうとしたけど僕普通に O 型だったよ。そうなんですか？人と同じ測定方法で分類するとパンダは O 型に近いんだって。へえ。 O 型は弱いってマジで。別に強弱とかないだろ。だからまあ僕は O 型らしくおおらかで大雑把に生きるよ。ペンギンこの仕事やっといて。やっぱお前血液型変えろ。ドラミング。ほら追加の仕事を持ってきてやったぞ。定時後に仕事振るのマジでやめろ。だったよね。せめてもっと早く言ってくださいや。つべこべ言うな。お前らはただ黙って仕事してれば。おお。これはドラミング。ゴリラさんめっちゃ威嚇してるじゃないですか。まずい。さすがにこんなムキムキのやつが暴れ出したら手に負えないぞ。上司ゴリラがブチギレそうですけどどうします？まああれだ、急ぎの仕事じゃないからやっぱり明日でもいいかもな。じゃあ俺は停車から帰るぞじゃな。助かった。ありがとうございますゴリラさん。いやドラミングしないやつ厳しいって。また始まった。でも実はドラミングって威嚇じゃないんすよ。そうなんですか？ドラミングは自己主張や感情を落ち着けるためにやるんすよ。争いを未然に防ぐための行動だし、本来ゴリラは温和な性格なんです。攻撃的な動物のイメージだったが、そうでもなかったのか。すみません、俺こんな性格だし結構誤解されること多くて。ゴリラさん体育会系でしかも意識高い系だからちょっと口調も強くなっちゃって。まったくそんなことならもっと早く言えばよかったのに。誤解してた俺たちも悪いけどな。そうですね。皆さん。そうしてゴリラは徐々に職場に慣れていき、同僚たちにも受け入れられていった。そして1ヶ月後、俺たちはゴリラの影響でムキムキになっていた。絶滅危惧種。今日でゴリラの契約期間もおしまいか。はい、元の支部に戻ります。短い間でしたがありがとうございました。この肉体を得られたのもゴリラのおかげだよ。なんか絵面がシュールだな。皆さんとのお別れ厳しいって。そういう経験弱いって。絶対メンタル弱くなるって。ボソボソ喋ってんだよマジって。ゴリラさんが教えてくれたことですよ。そうでしたね。あいつ意外と繊細なんだな。知能が高いから多少の争いは我慢できるが、強いストレスを感じると腹を壊したりするらしい。ほぼ人間じゃん。それじゃあ皆さんまた会いましょちょっと待てゴリラ。う。はい。選別だ、受け取れ。これはお前がやり残した仕事だ。しっかりやっておけよ。某企画厳しいって。ゴリラの心は繊細だ。今では個体数も少なく絶滅危惧種に指定されている。みんなももしゴリラを見つけたら優しくしてあげてほしい。抵抗ペンギンのプライズが全国のギーゴのゲームセンターに登場中。絶対にゲットしてくれよな。ピチピチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ピチ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 。抵抗ペンギンチャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みます。明日も仕事なのにやめられない。